アニョンセヨココロです。今日は私がずっと楽しみにしてた姉の誕生日旅行の時の Vlog です。姉の誕生日って言ってもカヨデジョンを一緒に見に行っただけなんですけど、私のやりたかったことをまた姉のいない時間に詰め込んできたので、よかったら最後まで楽しんで見てってください。今回は久しぶりにピーチを使って韓国に行くので、第2ターミナルの方に向かってます。姉より1泊だけ多く早く行くつもりだったんですけど、前日についてもあんまり時間がないなと思ったので、2日前の夜に着く便に乗りました。帰りはカヨデジョンが終わってから姉と一緒に遊びたかったので、9時頃発の便を取りました。やっぱり日系の飛行機だと日本語で案内があるので、めちゃめちゃ安心ですよね。一緒に乗ってる方たちも日本人がすごい多かったです。6時発の便だったので、だいたい8時過ぎぐらいに着いたと思うんですけど、入国審査が激混みで、人が多くて混んでるんじゃなくて、カウンターが全然空いてなくて混んでるっていう感じだったので、あんまりこの8時9時ぐらいに着く時間帯の便はおすすめしません。ソウル駅まで出るのにめちゃめちゃ時間がかかりました。夜に着く便で行く方はキンポか第2ターミナル着の便を予約することをおすすめします。ホテルのチェックインが11時までだったので、久しぶりに直通列車に乗ったんですけど、私がホテルを予約するときに1日目は夜遅くに着くからチムジルバンに泊まろうかなと思ってたので、1泊次の日から予約してたんですよ。それを完全に忘れてて、そのままホテルに行って、まさかの予約ができてないっていう風に言われて、あ、そういえばそうだったと思って急いでトンデムンの方に向かいました。しかも私はワオパスを忘れて T マネーも持っていなかったので、1回用の交通カードを購入して向かいます。出だしが不調すぎて本当にどうしようかと思ったんですけど、トンデムンでナイトショッピングを若干しながらメンタルを回復して、美味しいものを食べてからチムズルバンに行きました。皆さんこういう時のために覚えておいてほしいんですけど、トンデムンの一番有名なスパレックスっていう大きなチムジルバンがあるんですけど、そこだと24時間なので緊急時とかに泊まるのもありだと思います。床で雑魚寝する形にはなると思うんですけど、女性用更衣室の中に女性用の睡眠室があるので結構安全で、私はよく行ってます。そのスパレックスはグッドモーニングシティっていうところに入ってるんですけど、そこの目の前にある屋台でとりあえずお腹が空いていたので夜ご飯を食べました。屋台にしてはちょっと割高だったような気はしたんですけど、でも量が多かったのですごい満足できました。もちろん全部一人で胃袋に詰め込みます。男性の登録者さんに話しかけていただいたのは初めてだったので、めちゃめちゃびっくりしました。しずにさんだったので嬉しかったです。結構気持ちが落ちてたんですけど、話しかけていただいたのでテンションぶち上がりました。でも夜の便で来たのでだるぎだし、汗びっしょびっしょですっぴんだったのでちょっと恥ずかしかったです。どこで誰に会うかわからないので、ちゃんとお化粧しとかないとダメですね。2日目は姉が来るまで詰め込み美容デーっていうことで、朝からスパレックスを出発します。まだ紹介できてないんですけど、ここにハラボジクレープっていうめちゃめちゃ美味しいクレープ屋さんがあるので、また動画でご紹介します。1軒目はフォルテクリニックさんっていう新しいクリニックさんで、フォルテ注射っていうリジュランみたいな注射を受けてきたんですけど、リジュランの5倍ぐらい効果があるっていう風に聞いてやってきたんですけど、めっちゃ良かったです。フィラーみたいに1箇所から注入するんですけど、ほっぺた2箇所と顎先1箇所だけだったので、痛みを長く味わうわけではなかったので全然耐えられました。カンナムで一番気になってたユッケビビンバが食べられるお店に来ました。社長さんがめちゃめちゃ優しい方で、何をするにも手伝ってくださいました。牛肉タルタルっていうところです。結論から言うと、ここのユッケビビンバ本当におすすめです。人によってはヨンチョンヨンファより美味しいっていう方もいらっしゃって、私はヨンチョンヨンファ行ったことないので比較できないんですけど、安くて早いし、このユッケの量がめちゃめちゃ多かったんですよ。それで味付けも超美味しかったです。ニンニクが効いてたと思います。そしてめっちゃ面白いことに、フォルテ注射を受ける前に局所麻酔を顎とほっぺたに打ってるので、口角が
ずっと下がりまくってたんですよ。後で家族でこの動画を見返して超笑いました。水分を取ろうとすると口から垂れてしまうので、フォルテ注射を受ける方は受ける前にご飯を食べることをおすすめします。ご飯を食べた後は歯磨きをして念願の歯医者さんに行ってきました。前から私矯正をやり直したいって言ってて、なかなか韓国の歯医者さんって選ぶの超難しいじゃないですか。日本でも矯正を考えると歯医者さん選ぶのすっごい難しいと思うんですけど、韓国となると本当に何が何だかわからなくて、今回ビューティーアップログさんっていう予約代行とか日本語の通訳とかもしてくださるサービスを提供している会社があるんですけど、そこの方と一緒に一番おすすめしてくださった歯医者さんに行ってきました。スタッフさんが言うにはここが一番よくって、なんなら歯医者さんはスマイル D さんしか連携してないっていうぐらいおすすめの歯医者さんで安心して行ったんですけど、本当に韓国人のお客さんがほとんど、私が行った時は外国人の人に会わなかったんですけど、ほとんどで韓国人の方から人気の歯医者さんなので、すごい信頼できました。あと私が歯医者さん自体本当に近所の歯医者さんしか行かないので最新の歯医者さんを知らないんですけど、設備がめちゃめちゃ良くて、韓国ならではなのか受付から全部内装とかまでクリニックみたいだったんですよ。こんな感じで一人一人個室とかも準備されてて、もちろん広いスペースで治療するところもあったんですけど、そこもしっかりパーテーションとかしてあって、日本の歯医者さんって隣の人も丸見えだったりするじゃないですか。けどここはちょっとプライベートな空間になってて清潔感もあるし、めちゃめちゃ良かったです。カンナムの近くの震災機っていうところにあるんですけど、ビルの上にあって、手術台がね全部外に向いて設置されてて、景色がどの席からも見えるようになってました。歯医者さんって痛かったりするじゃないですか。こうやって開放感のあるスペースで景色を見ながら治療を受けれるとなるとちょっと安心しますよね。そもそも韓国で矯正を受けるメリットとしては、第一にやっぱりコスパがめちゃめちゃいいです。韓国に住んでる友達から聞いたのは、日本人は韓国で虫歯治療とかしたりすると保険が効かないから結構高くなるみたいなんですけど、やっぱり心理的な面において矯正とかは日本より全然安くできるんですよ。特にワイヤー矯正がめちゃめちゃ安いです。2つ目の理由としては、やっぱり韓国なので心理的に見てもらえるっていうのがでかいかなと思ってて、日本って噛み合わせとかを重視して、噛み合わせもめちゃめちゃ大事なんですけど、見た目の面ではあんまり気にしてないっていうか、その口を閉じた状態の横顔とかを見てくれるとこの方が少ない感じなんですけど、韓国って美容大国なので歯列矯正をするっていうのはその見た目上を綺麗にしたいっていう気持ちで来てる人が多いと思うんで、心理的に見てもらえる歯医者さんが多いです。で、私も歯列矯正を絶対にしたくって抜歯も考えてたぐらいで、日本でね歯医者さん何軒か行ったことあるんですけど、やっぱりどこ行っても全然歯並び綺麗やし、なんなら出っ歯でもないよっていう風に言われるんですよ。心理的にあまり見てくれなかったですね。横から口をつむった状態で見ると結構口ごぼ感はあると思うんですけど、どこも出っ歯ではないという風に言われました。で、私も今回ワイヤー矯正をするつもりでこのスマイル D 歯科さんに行ってきたんですけど、まさかの結果になりました。私の頭の中では過去に2年ぐらいマウスピースの矯正をしてて、でその時に歯が前に傾いてたのは綺麗に治ったんですけど、歯全体を後ろに動かすっていうことができなくて、全体的に出っ歯だったにもかかわらずそのまま矯正が終わってしまったんですよ。その時はマウスピースって歯列の傾きとか斜めになってる歯を直すのはできたんですけど、歯を全体的に下げるっていうのはできなくて、普通に考えてマウスピースってかぶせるだけのものなので歯を後ろに動かすっていうのは無理じゃないですか。他の方法としては抜歯をして前にある歯を後ろに引っ込めるってなると固定するものがないので、その抜歯した穴のところに向かって歯が全体的に倒れちゃうみたいだったんですよ。なのでもうワイヤー一択っていう風に直近まで思ってました。で、今回スマイル D さんに行って私はワイヤー矯正を受けるんだと思って行ったら、なんとインビザラインで
歯列を下げることができるようになったっていうのを聞きまして、これ皆さん知ってましたか？ワイヤー併用とかじゃないんですよ。インビザにアンカースクリューをかけて歯列を後ろに下げるみたいです。私てっきりマウスピースだと抜歯をしたりそういう難しい矯正治療ができないと思ってたので、やっぱり韓国ですよね。矯正治療期間中も見た目が気になるので、できるだけ矯正がわからないようにする技術が発展しているみたいです。なんならワイヤー矯正って見た目がすごい気になるじゃないですか。だから韓国ではもう表側のワイヤー矯正をやってる人はほぼいないらしいです。裏側矯正かみんなマウスピースの矯正をしているらしいです。本当にびっくりでした。ということで私は今年中にこのインビザラインでの矯正をスマイル D さんですることになりました。もう即決でした。まだこれからマウスピースを受け取るまでに時間があるので、また始まったらご報告しようと思います。超楽しみです。だいたい1年から1年半ぐらいで矯正は終わるみたいなんですけど、楽しみにしててください。そしてやっと今日から予約していたホテルに向かいます。ソウル駅近くの K グランドホテルっていうところに泊まりました。ソウル駅が最寄りなんですけど、実際ソウル駅ってめちゃめちゃ広いじゃないですか。なのでホテルまでは結構徒歩で時間がかかって、近くに出口はあるんですけど全部階段で、ホテル自体もエレベーターはなかったです。でも新しくって内装はすごい綺麗で、お姉ちゃんと2人だけだったので今回は2段ベッドのお部屋にしました。寝てお風呂に入るだけなら十分な広さでした。ただテーブルがなかったので物が置けないのと、あと壁が薄すぎて隣の人の咳払いまで聞こえました。でもお風呂も新しいからすごい綺麗だったし、ちょっとしたスペースもあったので立地を考えるとコスパはいい方だと思います。こんな感じです。じゃーん。ちょっとホテルに椅子がないのでベッドに座って食べようと思います。お姉ちゃんが今から来るんですけど、夜の10時前着ぐらいの便なので多分深夜に来るんですね。でお腹空いてると思うので、私が食べたいのもあるんですけど、チキンを頼みました。キョチョンチキンじゃーん。飯テロいただきます。うまっ。無事にバケモンと合流したので朝からカフェに行ってきます。いやー、頭の中身は一緒。いや4軒目やんな、4軒目にしてやっとありつけたトウモロコシ。ダルゴナラテです。超美味しい。イディアコーヒーのトウモロコシのパッピンスが出たっていうので探してったんですけど、何軒巡っても売り切れか取り扱い自体してなかったりして、ミョンドンの4号線の近くにある店舗に行ったらなんとありました。パッピンスだけだとお腹が空くのでトーストも頼んだんですけど、私イディアコーヒー舐めてました。めちゃめちゃトーストが美味しかったです。なんかトースターで焼いたトーストじゃなくてオーブンで焼いたんかなって感じのトーストでした。さあついにカヨデジョンの会場に向かいたいと思います。キンテックスであるんですけど、キンテックスはコヤンって言って GTX っていう特急列車みたいなのに乗っていくんですけど、それで17分ぐらいに着いて、普通の地下鉄で行くと1時間ぐらいかかるので結構遠い会場でした。ホールは4つぐらいあって、1つはユニポップっていう他のイベントで、もう1つはチケットの受け取りになってて、本公演の会場が2ホール分ぐらいしかなかったので割と狭くて一番後ろでも全然見えました。チケットを受け取って夜ご飯を早めに食べに行きました。ここのソルロンタンめちゃめちゃ美味しかったんで、キンテックス行かれる方はぜひ行ってみてください。私たち美味しすぎて2日連続で行きました。お腹いっぱいになったので会場に向かいたいと思います。カヨデジョン楽しんできます。
兵駅前最後の入りチルです。行ってきます。
私らのご飯はこれじゃ終わりませんということで、四世冬パンを食べます。いただきます。ちょっとデータ整理しながら食べます。はい、おやすみ。カヨテジョン2日目は朝からちょっと気になってたお店に行こうと思います。今日はドリームが出るのでマクプの格好をしていきました。狙いを定めてたのはカンジャンシジャンにあるガーリックボーイっていう新しくできたお店なんですけど、名前の通りマヌルパンのお店です。私の大好きなパンですね。見ての通りめちゃくちゃ並んでたんですけど、テイクアウトの専門店なのでそんなに待ちませんでした。で、カンジャンシジャンに新しくできためっちゃ広いスターバックスでコーヒーを飲みながらパンを食べようと思います。ビジュアルやばいですよね。サイズも結構あって一個一個すっごい重かったです。私みたいなバターじわじわ系が好きな方は絶対にここのパン好きだと思います。いろんな味がして面白かったんですけど、私はハムチーズが一番好きでした。ただ1個食べるだけで結構ずっしりしてるのでめちゃめちゃお腹いっぱいになります。また来ちゃいました。そして急に飛んでキンテックス近くのソルロンタン屋さんにまた来ました。この日は朝パンをいっぱい食べ過ぎてあんまりお腹は空いてなかったので、ソルロンタンを一つとスークの小さいのを頼みました。ソルロンタンが美味しいお店のスークは絶対美味しいので食べてみようってなったんですけど、やっぱりめちゃめちゃ美味しかったです。ちなみに姉は私より大食いです。さあ会場に戻ってきました。この日はドリームだけじゃなくてマークさんのソロと初葉ちゃんたちが出ます。
突然すぎますが最終日です。この日は夜遅くの便を取ってたので、朝からロンドンベーグルに行きました。この途中の移動をこの日取るのを忘れてて、急に瞬間移動します。特にやることはなかったんですけど、食べるのが大好きな人なので最後の最後まで食べてました。ロンドンベーグルの紹介は常にしてるので飛ばします。そしてこの日のお昼ご飯はずっと食べてみたかったマッククスを食べに行きました。個人的にマッククス自体は結構大人っぽい味で、しょっぱく私は食べたい派だったので、何か物足りなさをちょっと感じました。多分お蕎麦にはめんつゆっていうイメージが強いので、お蕎麦の優しい味付けっていうのが私のタイプではなかったです。ポッサムが一番美味しかったです。さあ瞬間移動してホテルに荷物を取りに行って空港鉄道に乗りに来ました。今回ソウル駅のホテルだったので移動はめちゃめちゃ楽でした。2泊3日だったのでちょっと短めの、私にしては短めの Vlog になったかと思いますが、今日も楽しんで見ていただけたでしょうか。まだ食べるみたいです。これ空港の入国審査後にあるソウルホットクなんですけど、アイスの上にホットクが乗ってるやつがめちゃめちゃ美味しいのでおすすめです。めっちゃいい匂いする。強制的に終わるみたいなので、また次回の Vlog でお会いしましょう。アンニョン。